やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。最近は、市場に平面駆動イヤホンが一斉に登場した。その中の最高発になるんだろうか？今回紹介するのは、TRN 初の平面駆動イヤホンにして、初値が2万円を大きく切る、最低価格の平面駆動イヤホンにして、なのにギミックが豊富、という、TRN のスケールメリットを最大に活かした、大型平面駆動イヤホン。TRN キリンだ。このイヤホン、TRN らしい派手なチューニング、装着しやすいノズル周り、さらには、標準で 2.5、3.5、4.4 ミリのプラグの切り替えが可能なキット付きのケーブル。そして、この手の平面駆動機が、音色のバランスや申請性を重視して、フィルターギミックを搭載しない中、まさかの3種類のフィルターを交換して楽しめる、最低価格なのに欲張りセット、というとんでもない一台だ。最高発でとんでもないもん出してきたな TRN。ただし、僕は、最先発のレビュアー向けサンプルロットを受け取ったんだけど、この時点では製造が追いついていないフィルターについては、今回は触れられない。ノズルの長さ自体を変化させて、音質を変更するタイプのフィルターなので、フィルターの目地を詰めさせて減衰させてる感は少なく、かつ大幅に音色の変化を狙えそうだ。なので、後日、改めてフィルター込みの本気版レビューをお届けする。今回はサクサクっとお届けするぞ。TRN お得意の、アルミハウジングに包まれた本体は、若干大きめなんだけど、耳に触れる部分がうまく絞られていて、耳に接触する感じは少ない。軽量なアルミ系合金なので、重力で耳が痛くなることも少ないぞ。ノズルはちょっと標準フィルターの時点で長めに感じるけど、これより短い交換用フィルターも存在するので、ギミックの関係でそう感じるのかも。ノズルが長く感じたら、イヤピを1サイズ小さいものに変更してみよう。付属イヤピ、ケーブルともに質感は問題なし。ケーブルについては、TRN-TN がそのまま付属する。TN は、8芯で取り回しやすい、無酸素銅を使った銀メッキ線で、硬質で反応の良い、TRN 製イヤホンに組み合わせるのに、ちょうど良い一台だ。さらに、以前発売された、TRN-BAX では、1パッケージに1種類のプラグのみが、選択式で付属したんだけど、今回は、豪華なことに、2.5 ミリ、3.5 ミリ、4.4 ミリのプラグが全て入ってる。在庫管理的な面でもこっちの方が有利なんだろうけど、環境を選ばないのは大変嬉しいな。イヤホン側との接続はいつもの QDC2 ピン、TRN 製の上位ケーブルが充実してるし、最安クラスなので、案外、最近ではリケーブル先に困らないプラグ規格だな。もう完全にこの価格帯は QDC 型形状に占領された印象がある。名前の元になった QDC は、もうこのタイプのプラグ使ってないところがちょっとシュールだ。リケーブルしすぎると割れるけど、普通に使う分にはピン折れが回避できたり、良いところもあるぞ。装着してみると、密閉感が強く、内側に密の開放を持っているが、外の音はかなり小さくなり、音漏れもあまり発生しない。あくまで、耳との気圧差を逃がすためのベント、という印象だ。艶消しで上品な本体のデザインに魅力を感じた人も多いだろう。実際、手に取っても質感は良質だ。より安価な5000円クラスでも質感がいいものを、最近の TRN は連発しているので、ここは一切気にしないで購入できるな。というわけで、音色について見ていこうか。できれば、バランス接続をお勧めしたい。TRN は歯切れが良く、反応が良い、キレの良い音色のイヤホンが多く、このキリンも、その傾向が強い。他の平面駆動モデルでは、より精密で自然な音色を試行するものが多く、あえて自然なアンバランス接続の方が好みの人もいると思うんだけど、キリンに関しては、結構リファレンスフィルターでも弱ドンシャリの味付けを感じるので、どうせだったらどんどん濃い味にしてしまうのが良さそうだ。ここにさらに派手に聞こえるフィルターと、より精細に高音が聞こえるフィルターが用意されている。今回は聞けないけど、似たような価格の 14mm クラス平面駆動ドライバーを採用したイヤホンが大量に出たけど、この TRN キリンは過去の機種の中では高音域のキレがとても良く、かつ低音域も沈み込む S12 に一番近い印象を受けた。そして、各社の平面駆動の中でも一番好みの音色だ。高音域、低音域にインパクトがある、いかにも中華イヤホン、といった感じのバランスで、それでいて、しっかり平面駆動の持ち味である、歪みのなさ、反応の良さを持っている。同じアルミハウジングの S12 と同様、残響もキレよく収まるので、一番楽しい感触系の平面駆動機はどれ？と言われたらキリンをおすすめするな。S12 の方が、よりバランスに優れるので、ボーカルとかも重視するなら S12 だろうか。ただ、
キリンでもしっかりと聞こえる。その上で、低音、高音が強調されているサウンドが欲しければ、キリンが一番良い選択肢になるんじゃないかな。逆に、暖色傾向が欲しければ、タイムレスや、ミューズハイファイパワーなんかがおすすめになってくる。というか、ぶっちゃけ平面駆動は全部出来が良すぎて、どれでも後悔しないだろう。だったら、付加機能が豊富で、一番値段が安いやつは、そりゃ魅力的に映るだろ。で、その魅力の期待を一切裏切らないのがキリンってわけ。特に、低音側の臨場感に関しては、リファレンスフィルターの時点で最も優れてる。ただし、低音側の音色の厚み、のようなものが欲しければ、タイムレスやパワーがいいだろう。キリンは、サブベースのパワーで、臨場感が出てると感じたな。また、空間が広い、S12 もかなり優れていて、開放感のある音色なんだけど、キリンはちょっと誇張してるレベルの広さ、この誇張感のあるやたら広い音空間表現と、こちらも味付けをしっかりした、弱ドンシャリ感のある音色のバランス、そして、平面駆動らしい、ボーカル、高音のキレ、低音の引き締まりの良さに、ダイナミックドライバー並みの量感のある低音からサブベース域と、元気な平面駆動くださいと言われたらとりあえずぶつけときゃ間違いない完成度。僕は感触、かつ元気なイヤホンが好きなので、今のところ、平面駆動イヤホンの中では、キリンと S12 が、同じくらいおすすめだな。S12 は音色をさらにしっかり聞き分けたい時に生きるだろう。キリンも味付けされてるだけで、同じくらい分解能はあると思う。ここに、さらにフィルターがつくわけで、キャラクターをあえて削ぐのが、平面駆動機、というアプローチももちろんなんだけど、キリンの、平面駆動だろうが俺は楽しくやるぞ、という根性に溢れた音色は、実に大好物だ。今からフィルターが届くのが待ちきれないな。と、こんなところだな。しっかりとまとめるのは、フィルター込みの正式レビューが書けてから、注目度の高い商品だと思うので、とりあえずリファレンスフィルターで聞き込んだんだけど、平面駆動イヤホンでも、DRN 味がしっかり乗った、ライバルに比べて比較的安価で、かつメーカーの性格が出ていて、かつしっかり完成してる一台だ。過去のモデルとやり合える性能と、価格競争力、まさしく TRN の強みの出た一台、ぜひ追いかけてみてくれ。そんな感じで今回はここまで。